大家好。どうも、きみまろです。台湾っぽい挨拶で始めてみましたけども、今日はこちらまた買ってきちゃいました。輸入食品の夢の国カルディで購入できる台湾グルメを紹介してみようと思います。今カルディでは台湾グルメ特集というのを開催中で、お店に行ったら自宅で台湾グルメが楽しめる商品がたくさん並んでいました。台湾料理が大好きな僕としては気になる商品ばかりだったので、片っ端から購入してきました。そんなわけで今日はカルディで購入できる台湾グルメを紹介します。やっぱり味が気になるところなので、ちょっとずつね試食もしながら紹介していこうと思います。ではカルディで購入できる台湾グルメ、まず1つ目はこちら、シェントージャンの素ですね。シェントージャンっていうのは台湾の朝食には欠かせないですね、豆乳スープですね。このねシェントージャンを台湾で食べて美味しくて、日本に帰ってきてからもレシピを探して自分で作ってみたりもしたんですけど、そのシェントージャンの素っていうのが売っていたので、ちょっとねこちらを試してみようと思います。こう器の中にザーサイとか桜エビを炒めたようなものを入れて、そこにお酢を垂らして、そこに熱々の豆乳を注ぐことで、この豆乳がね無調整の豆乳を注ぐので、豆乳がちょっとおぼろ豆腐みたいな感じになってトロトロのスープになるんですよね。そういう作り方なんですけども、これはだから基本的にはお酢なんですね。こんな感じでお酢の中に醤油と、あとこの魚の醤油みたいなやつ、これナンプラーみたいなんだと思うんですけど、あとはチキンエキスとか、そういうのが入っていると。作り方としては豆乳とこの袋と、あとはお好みでトッピングザーサイ、シャンツァイ、パクチーですね、桜エビ、揚げ豆腐などを入れましょうということですね。これ後で作ってみようかなと思います。揚げパンもこれ車麩とかでも代用できるんですけど、僕は中華食材店でヨーティアオっていう本場と同じ揚げパンみたいなのを買ってきてるので、ちょっとそれをね揚げて入れながら食べてみようと思います。はい、まず1つ目はこちらのシェントージャンの素ですね。で続いてはこちら、ソンヨーピンネギ油餅ですねのミックス粉ということで、これも台湾屋台とかでよくあるんですけども、お好み焼きっぽいのかな。こんな感じで粉物の中にネギが入ってますね。ネギだけだったと思います。本品と水と万能ネギとサラダ油とごま油適量ということなので、具はネギだけですね。これもね朝食、さっきのこのシェントージャンと一緒にね食べたりすると美味しいですね。ソンヨービンの素、はい、こちらと、あとはこれ、これいいっすね。胡椒餅の素。胡椒餅僕好きなんですよね。これは松山空港の近くのラウフ GAC っていう入り口がすごいきらびやかな夜市があるんですけど、そこの入り口でこの胡椒餅の名店があって、いつも長蛇の列ができているんですけども、それにね近い味をお家でも作れるというものだと思います。胡椒餅というのはこういう感じで、豚肉とネギに胡椒や八角を効かせたあんを包んだ焼きパンです。おやきみたいな感じですね。これがねめちゃめちゃ美味しいんですよ。結構ねピリ辛で刺激的な味でね、なかなか美味しいんですよね。でこれ作り方としては、本品と豚肩ロース肉と小ネギとお湯とサラダ油と白ごまというで、オーブンで焼くと書いてますね。ちょっと一手間かかりますけど、これも美味しそうなので、ちょっと後でね焼いて食べてみようと思います。これ楽しみですね。はい、こちらの胡椒餅の素、こちらもね後で試してみたいと思います。で続いてはこちら、おなじみの台湾フライドチキンの素ですね。チーパイの素ですね。台湾の夜市でもね大人気のこちらのチーパイ、夜市だともうほんと顔の大きさぐらいある大きいフライドチキンが有名なんですけども、それがね作れるというものですね。8種類のスパイスをブレンドし、本格的な台湾のチーパイの風味を再現しました。中でも唐辛子、シナモン、ホワジャオを効かせ、甘辛いやみつきになる味に仕上げました。台湾のこのチーパイっていうのはお店によってもかなりね味が違うんですけど、この甘辛いやみつきになる味っていうのがね結構僕が好きなタイプのチーパイの味だったので、前回食べて美味しかったのでこちらリピート購入しました。これは中にタレが2袋入っていて、鶏肉にタレを揉み込んで 2,30 分漬け込んで、あとは片栗粉をまぶして油で揚げると、もうそれだけなので、これもね結構作るのは簡単です。簡単に本格的な台湾のチーパイが作れます。これもちょっと後で作ってみようかなと思います。はい、こちらの台湾フライドチキンの素、チーパイの素ですね。あとはこれも売ってました。
かけるだけスープ麺線です。麺線も台湾の料理の中ではかなり好きで、麺線っていうのはかつおだしの効いたスープにそうめんを入れて、煮込んだようなものですね。ここに書いてますけど、ホワジャオ香るかつお風味のとろみスープということで、上にパクチーとかも乗ってますけど、本場の台湾で食べるときはここに甘辛く煮たもつとか片栗粉をまぶして茹でた牡蠣とか、そういうのが乗っていて、その両方入ってる総合とかやつは大体僕食べるんですけど、さらにそこにニンニクとか豆板醤をトッピングしていただくというね、麺線なんですけど、これは具はパクチーしか乗ってないんですけど、本場ではね、結構いろんなトッピングも乗ってたりします。このね、麺線っていうのが、このカツオ風味がめちゃめちゃ美味しいんですよ。あまり日本で麺線が食べられるお店がないので、台湾でね、麺線の素を買ってきたりしていたんですけども、これがね、本場の味にどれぐらい近いかっていうのはね、非常に興味深いところではあります。はい、こちらのかけるだけスープ麺線、こちらもね買ってみました。で続いてこれルーローハンのふりかけです。有名な台湾料理でルーローハンという甘辛く煮た豚肉をご飯の上にかけたね、これはそのふりかけですね。ふりかけってちょっと面白いですね。こんな感じでふりかけらしいです。日本でもすき焼きふりかけみたいなのありますけど、これはそんな感じのルーローハンのふりかけなんですかね。これはちょっと味の想像ができないので、どんな感じか試してみたいですね。豚肉、椎茸、玉ねぎ、八角、ごまなどを甘辛い味わいに仕上げましたということなので、八角とかもね多少入ってるみたいですね。このふりかけどんな味か試してみたいと思います。パッケージも可愛いですね。これとかね、もう台湾の電子鍋ですね。はい、そんなねパッケージも可愛い台湾のふりかけ、こちらもね試してみたいと思います。で続いてこちらもルーローハンなんですけども、混ぜるだけルーローハンです。結構本格的な感じですね。これはご飯に混ぜるだけで本格的なルーローハンになりますということで、材料を見てみると豚肉、野菜、あとは調味料いろいろ入ってるという感じで、五香の粉末も入ってるみたいなので、多少ね台湾っぽい癖のある風味になってるかもしれないんですけども、作り方としては白米2合を通常より少し少ない水の量で炊いて、炊き上がったら本品を加えてよく混ぜます。それで蒸らしますということなので、作り方もめちゃめちゃ簡単ですね。すごい美味しそう。これ楽しみですね。ルーローハンも台湾のお店でもお店によって結構味が違うんですけども、これはこう混ぜるタイプのルーローハンなので、またねちょっと今まで食べたものと違う感じかもしれないんですけど、これはこれでねどんな味になってるのか非常に楽しみなので、こちらも後で混ぜていただいてみたいと思います。混ぜるだけのルーローハンで、これと似たような商品で僕が大好きなですね、これもありました。混ぜるだけのチーローファンです。チーローファンっていうのはここに書いてますけど、台湾風蒸し鶏入り混ぜご飯ですね。鶏飯ですね。このねチーローファンっていうのが僕本当に好きで、台湾に行ったら絶対これは食べてます。蒸し鶏なので結構あっさりしてるお店もあるんですけど、ここに鶏出しのタレみたいなのをかけたりしてるので、結構ねご飯まで味がしっかり染み渡っていて、蒸し鶏と言いつつねそんな淡白な味ではなくて、かなりしっかりジューシーな味わいの鶏ご飯になってます。でそれのこれは混ぜご飯タイプですね。作り方はこちらもさっきのルーローハンと同じように、炊き上がったご飯にこれを混ぜて、それでいただくと、そういうものになってますね。チーローハンって自分で作ろうと思うとね結構手間がかかったりするので、それがねこういうレトルトタイプになってるっていうので、どんな味か非常に楽しみですね。こちらも後でいただいてみたいと思います。混ぜるだけのチーローファンです。であとレトルト系でもう一個気になるのがあったので、こちらも買ってきました。ウーシャンカレー5合のカレーですね。台湾をね代表するような八角とか、あとはカルダモンとかシナモンとかクローブとかクミンとか、八角が加わるだけですごい台湾っぽい味になるんですけども、そういった5香のカレーですね。僕は台湾でカレーを食べたことはないんですけど、これはねカレーを台湾風にしてるということなので、ちょっと今まで食べたことないようなカレーの風味になってるんじゃないかなと思ったので、気になってねこちらも買ってみました。ウーシャンカレーですね。こういった気になるカレーも買ってきました。ご飯系はこんなところですかね。あとはお菓子もいろいろ買ってきました。はい、こちらマーラーグリーンピースですね。マーラーっていうのは読んで字のごとく辛いやつですね。スパイシーなやつですね。これも台湾のスーパーに行ったら必ず売ってるようなお菓子なんですけども、こういった揚げたグリーンピースにここに唐辛子こんなに入っちゃってますからね、かなりねしびれるような辛さの揚げ豆です。これね美味しくてね癖になるんですよね。スナックなんでちょっと今開けて食べてみようかなと思います。結構たっぷり入ってますね。
もうほんとグリーンピースですね。これね、食べてみようと思います。いただきます。なんか懐かしい味というか美味しい。結構辛いですね。台湾で食べたやつにかなり味近いですね。こんな感じで唐辛子も入ってますね。止まんなくなる。いただきます。はい、こちらかなり美味しいです。マーラー青豆ですね。これかなりおすすめです。で、続いて似たようなのもう一つ買ってきました。こちらはマーラーそら豆ですね。さっきのはグリーンピースですけど、こちらはそら豆をこういう風にね、揚げたものに辛みをつけてるものですね。しびれって書いてますね。台湾のスーパーのカルフールっていうね、大型スーパーとか行って、これをね、僕大量に買ってきたんですけど、向こうだとね、こう量り売りして、自分が好きな分量取って、それを量り売りで買えたりするんですけど、これのガーリックってやつも美味しいんですけど、こちらはマーラーなので、さっきのこちらのグリーンピースと結構ね、味は多分近いとは思うんですけど、気になるので今開けて食べてみようと思います。さあ、しびれと書いてるのでね、まあ辛いんでしょう。これもかなり。はい、こちらはこんな感じになってますね。こんな感じです。ちょっと小ぶりにも見えますけど、まあ日本のそら豆も揚げたらこんなぐらいになるんですかね。いただいてみたいと思います。さっきのこちらに比べると辛みはかなり少ないです。食べやすい。こっちの方が全然辛みは少ないですね。あとそら豆のお豆の味がよくします。豆感が強い。美味しい。これも美味しいですね。まろやかな辛さを求めるのであれば、こちらのそら豆の方がいいんじゃないかなと思います。マーラーそら豆、こちらもおすすめです。あとはこちらトーファ豆乳プリンですね。黒蜜入りのトーファって書いてますね。僕このトーファも大好きで台湾行ったらね絶対食べるんですけども、でもこれちょっと見た目が台湾で食べるトーファとちょっと違うんですよね。黒蜜で食べたこと僕まずないなというところと、いつもあれきび砂糖のシロップなんですかね。この豆乳プリンを入れた器に甘いシロップをかけて、その上に芋団子とかタピオカとか、あとは甘く煮た小豆とかピーナッツとか、そういうのをトッピングしていただくとものなんですけど、これ見た目がちょっと杏仁豆腐みたいな感じだし、クコの実も乗っていてちょっと杏仁豆腐みたいな感じだし、あとはね黒蜜をかけて食べるということで、その台湾で食べる豆腐とはちょっとね雰囲気が違うんですけども、でもこれはこれで美味しそうなので気になったので買ってみました。パッと見は日本のくず餅に近いかなって気しますね。黒蜜入りの豆腐で、あとこちらオーギョーチですね。藍玉と書いてオーギョーチ、レモンシロップ入りのオーギョーチゼリーです。オーギョーチっていうのはこういうね夏とかに食べると本当に美味しいさっぱりしたデザートなんですけども、ゼリーとレモンシロップももうこの中に入ってるみたいなので、もうこれもね器に移したらいただけそうです。僕オーギョーチのゼリーも大好きなので、こちらもね購入してみました。オーギョーチゼリー。あとゼリーもう一つ、これです。仙草ゼリーですね。仙草っていうのは台湾のハーブみたいなものですね。若干苦味のあるさっぱりしたゼリーです。これもミルクティーに入れていただいたりとか、あとはシロップに入れていただいたりとか、僕もこの仙草もかなり好きなので気になったので購入してみました。こちらは後で甘いミルクティーに入れて食べてみたいと思います。このね仙草ゼリー、こちらも購入しました。はい、購入品は以上ですかね。こんな感じでかなりいろんな台湾料理が用意されていました。はい、いろいろ購入してみましたので、これらをね今から試食してみたいと思います。はい、ではまずこちらのチーパイですね。台湾フライドチキン、こちらを作っていこうと思います。今ね鶏肉をこのようにフリーザーバッグの中に入れてるので、これを大きくね伸ばしていこうと思います。結構大きくなりました。でここにこのチーパイのタレ、これをね揉み込んでいきます。このタレをこの中に入れます。すごいスパイスの匂いが香ばしいですね。
れを揉み込んでいくと、ちゃんとね両面に行き渡るように揉み込みます。こんな感じかな。はい、これで 2,30 分置いて後でカラッと揚げます。これを漬け込んでる間にちょっとね別のものを作っていこうと思います。続いてこちらを作ります。胡椒餅の素を使ってこの胡椒餅を作ろうと思います。これもね見ると豚肉を切ってから胡椒タレを混ぜて30分ほど漬け置きますとなってたので、こっちもね今から仕込んじゃおうと思います。はい、では豚バラ 100g をブロックに切ってきます。1センチ角ぐらいですかね。はい、こんな感じで豚バラ 100g 切りました。ソース入れます。これもすごい台湾の匂いします。はい、これを揉み込みます。いい匂いですね。ボウルの中から台湾を感じる。こんな感じかな。はい、揉み込みました。めちゃめちゃいい香りがします。これもこのまま30分漬け置きしておきます。もうねお腹空いてきちゃったので、漬けてる間にもうこちらのチーローファンとルーローファン、これを混ぜるだけで作れるので、これをね作って食べちゃおうかなと思います。ではまずルーローファン、この袋をここに入れて混ぜるだけということなので入れます。これもすごいね、豚と椎茸とかのいい匂いがしますね。はい、これを混ぜます。これ美味しそうだな。めちゃめちゃ美味しそう。結構ジューシーですね。ちなみにこれはね無印良品のシリコン調理スプーンです。シリコン調理スプーンもね使いやすくていいですね。もうこんな感じでいいのかな。確かにお米を少し固めに炊いているので混ぜやすいですね。ルーローハンの方に水分があるからお米がパラパラな方が混ぜやすいですね。はい、いい感じに混ざりました。はい、続いて同じような感じでこちらのチーローファン、これもね作っちゃおうと思います。入れちゃいます。こんな感じです。生姜とかの香りが結構しますね。混ぜます。こんな簡単にチーローファンが作れちゃうなんて幸せですね。はい、こんな感じで混ぜ合わせました。はい、そういったわけでこちらのまずルーローハンとシーローハン、これをね作ってみました。作ったというか混ぜただけなんですけども、これをねいただいてみたいと思います。まずねルーローハンからいただきたいと思います。レンゲもちょっと雰囲気を出そうと思いまして、こういった台湾っぽい感じのステンレスのレンゲを使ってみます。ではまずルーローハンいただきます。結構本格的かも。美味しい。台湾のスパイス、八角とかそういうのね割と効いてますね。だから八角がちょっと苦手な方はダメな人もいるかもしれない。でも個人的にはこの台湾っぽいちょっと癖のある味大好きなんで、これ美味しいですね。混ぜるだけでこれはめちゃめちゃ美味しいかも。混ぜるだけのルーローハンかなりおすすめかもしれないです。本場の台湾のルーローハンが好きな方の口にはねかなり合うんじゃないかなと思います。ちょっとね全部食べちゃうと他食べきれなくなっちゃうんでこんな感じにしようと思いますけども、続いてチーローハンいってみます。鶏だしと生姜のね香りがすごい立ってます。こちらいただいてみたいと思います。これも美味しい。結構タレが甘みのあるタレで、鶏は結構細かく裂かれてるんであんまり鶏の食感っていうのは感じられないですけども、味はかなりいいですね。このチーローハンも結構僕好きなタイプのチーローハンかもしれない。めちゃめちゃ美味しいです。チーローハンもかなり個人的には満足です。これめちゃめちゃ美味しい。いいですね。カルディの混ぜるだけの台湾料理。あとさっきのこのふりかけもご飯つながりでいただいちゃおうかなと思います。これは普通に白米ですけども、ここにこのルーローハンのふりかけ、これをかけてね食べてみたいと思います。こういった感じのふりかけですね。いただきます。
美味しいは美味しいけども、あんまりルーローハンっていう感じはしないかも。これはあんまりルーローハンっぽくないですね、正直。焼き豚風味チップって書いてるんですけど、確かに焼き豚とかの方がね、味としては近いかもしれないですね。普通にふりかけとしては美味しいです。ふりかけとしては美味しいけど、ルーローハンかっていうとちょっとね、違うかもしれないです。本格ルーローハンとかチーローハン味わうんだったら、この混ぜるだけシリーズ、これがね、美味しいんじゃないかなと思います。これはかなり個人的には大満足な味でした。ちょっと他のものもいただこうと思います。はい、では続いてこちらのチーパイ、これをね揚げていこうと思います。もう20分以上漬け込んだので、片栗粉をたっぷりまぶして、はい、ではこちら揚げていきます。さて揚がりました。揚がったんですけどかなりでかいですね。これを油を切ってる間にちょっとね豆乳を温めて、こちらのシェントウジャン、これをね作ってみようと思います。桜エビを大さじ1ぐらい入れます。ザーサイも大さじ1ぐらい入れます。シェントウジャンのこの素入れます。豆乳を沸騰寸前まで沸かしました。これをねここにかけます。はい、熱々の豆乳かけます。こんな感じで結構ねとろみがつきましたね。熱した豆乳をお酢にこうかけることで豆乳がこう硬くなるんですね。ここにパクチーと小ネギを散らしてラー油を一かけ、ヨーデアをぶち込みまして、シェントウジャンの完成です。はい、そういうわけでこちらのチーパイですね。チーパイが揚げ上がりまして、こちらのシェントウジャン、これもねできました。さあこれも台湾夜市っぽい感じのステンレスの箸、これでねいただきたいと思います。まずこのチーパイいただいてみましょうか。めちゃめちゃでかいですね。聞こえます？めちゃめちゃサクサクでしょ。美味しいんですよこれ。前回買ってめちゃめちゃ美味しかったんでリピートしたんですけど、間違いなくこれは美味しいですね。結構味はピリ辛でしっかりした味付けになってます。めちゃめちゃ美味しい。今日は主食ということでこれぐらいにしようと思います。続いてこちらのシェントウジャン、豆乳がこうおぼろ豆腐みたいな感じになってます。これねいただきます。これも美味しいですね。ほんとね台湾の朝食って感じします。ヨーテヤオっていう揚げパンですね。これを浸して食べるんですけど、合いますね。かなり本格的な台湾の味って感じしますね。このシェントウジャンの素もこれも結構おすすめですね。だいぶお腹いっぱいになってきた。あと胡椒餅と、あとなんかデザートを食べましょうかね。こちらのミックス粉をボウルに開けます。はい。でここにサラダオイル 4g 入れます。混ぜます。お湯を少しずつ加えながら混ぜます。お湯は全部で 40cc。 こんな感じでいいのかな。しっかり固まってきましたね。でこれを3等分にしてよく伸ばすと、こんな感じですかね。はい、これぐらいに広げました。でここに先ほどの味の染み込んだねこのお肉を乗せます。これくらいかな。ここに 1.5 センチぐらいに切ったネギを乗せます。でこれを包むと、包めんのかな。これ生地が思ったよりは柔らかいからなんとか包めるっちゃ包めるのか。包めましたね。こんな感じで残り2つも包んでいきます。ガス抜きの空気穴を入れます。爪楊枝でプスプスプスと、こんな感じでいいんですかね。さ
砂糖水をつけまして、でこれにごまをつけると。これは見たことある感じですね。ではこちらを240度のオーブンレンジで12分焼きます。あとちょっと喉も渇いてきたんで、さっきのねこれ仙草、これもねいただこうと思います。仙草はねこんな感じなんですよ。プルプルの黒いゼリー、これをコップにちょっとずつすくいまして、ここにミルクティーを入れていただこうと思います。はい、お茶はこちらの、これもお気に入りのジャスミン茶ですね。こちらを入れたいと思います。濃いめに出すのでお湯は少なめ、これぐらいかな。ジャスミン茶がね結構出たので冷やします。ここにちょっとやり方合ってるかな。ここに直接お砂糖を入れまして、お茶を注いで冷やしながら甘みもつけるっていうのをねやってみます。冷やします。はい、ではこちらの仙草が入ってるグラスにお茶を注ぎます。ミルク注ぎます。はい、これで仙草ミルクティー出来上がりです。焼けましたね。お、いい感じに焼けてんのかなこれ。でも焼けてますね。うまそう。はい、そういったわけで胡椒餅焼き上がりました。カリカリに焼けてます。あとこちら仙草ミルクティー、ジャスミンミルクティーに仙草ゼリーが入ってます。ちゃんとねタピオカ用のストローも持ってるんですよ。はい、じゃあねこちら試食してみたいと思います。さっきまでね結構お腹いっぱいだったんですけど、これ作ってるうちにまたちょっとお腹空いてきたんで美味しくいただけるんじゃないかなと思います。では胡椒餅いただきます。熱い、めちゃめちゃ熱い。はい、じゃあ胡椒餅いただきます。めちゃめちゃ台湾、これうまい。結構台湾の味ですね。大きめのお肉に切ったんで、あとねネギが相まって食感もいいし、でやっぱりこのねつけだれタレがねめちゃめちゃ美味しいですね。これ結構ピリ辛だし、かなり台湾のスパイス、八角とかシナモンとかそういうのがね効いてる感じしますね。すんごい香ばしい。これは台湾を思い出す味だな。めちゃめちゃ美味しい。あとこちらの仙草ミルクティーもいただきます。こんな感じでねスプーンですくった仙草がたくさん入ってるんですよ。これもさっぱり美味しい。作り方正解でしたね。ジャスミンティーがめちゃめちゃ合う。これも美味しい。台湾感。はい、そういったわけでちょっとねもうさすがにお腹いっぱいなので全部は食べられないんですけど、後で温め直してまた食べようと思うんですけど、とりあえず本日のカルディの台湾グルメの紹介は以上となります。ほんとカルディの台湾グルメは結構本格的な味が多かったですね。しばらく台湾に行けなそうですが、行けるまではねこれで台湾気分を味わいたいなと思います。皆さんもよろしければねカルディで台湾気分味わってみてください。はい、本日は以上なんですけど、これとは別にですね、実はよいしょ、こちら前回のカルディ購入品動画で視聴者の皆さんに皆さんのおすすめのカルディ商品ありますかというふうにお問い合わせさせていただきまして、そこでおすすめいただいたものをたくさん購入してきておりまして、こちらもね近々購入品レビューをしてみたいと思います。今日はねさすがに時間がないのでまた別の動画で紹介したいと思います。このチャンネルではこういった購入品紹介なんかも不定期で行っておりますので、よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。
もし今日の動画が良かったなと思った方は、ぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。再见。